はい、皆さんこんにちは。アニメシュークの森保です。今日の話は絵描きが覚醒する条件というか、これはね、逆を言ったらですね、そもそもなんで寝ちゃったんだろうっていうことなんですよ。覚醒っていうのは目覚めるって意味だけど、その前になんで寝たみたいないう話なんですよね。で、寝ちゃう理由ってあって、簡単に言うと、自分のやりたいことあんまできないと寝ちゃうんですよ。自分で自由になる好きな時間があること、これすっげえ重要なんですよ。自分のためだけの時間、何の前提条件もなく遊べる時間ですよね。もう自分のためだけの時間、これね、ほんとめちゃくちゃ重要で、それあるとね、ほんと人って覚醒するんですよ。覚醒っていうのは目覚めるんですよね。なんでかっていうと、他で得た情報や知識を再統合して自分にカスタムする時間なんですよ。経験や知識を再統合っていうのめんどくさい言い方ですね。もう一回組み直して自分にぴったりなものにする時間なんですよ。その自由な時間って何してもいいよっていう時間。子供だったらアニメ見てたり、学校で勉強したことを用いて遊ぶわけですよ。得た知識をもとに、この役、こいつはこういう役、こいつはこういうことやらせるみたいして、なんかブシバシドッカーンみたいなさ、あるいはなんかブロックでなんか作るとかで、なんかこうその世界に没入してなんかいろいろやるでしょ。あれってさ、再統合してる時間なんで、知識や経験をね。僕がその時間って本当にいやいややったですね、受験勉強3年間高校終わった後の大学生活が、それまで見た僕のアニメ、エヴァンゲリオンとか、それまで見てきたアニメやその他知識、あるいはその好きな音楽、クラシックとかねっていうような、それまで18年間得てきた情報を再統合してアニメにする時間になったわけです、これがね。で、それをこう学生時代にやって、面白いなーって思ったわけです。アニメ面白いなーってねっていうですね、遊びの時間がやっぱね、人にとってやっぱ覚醒するねために必要なんですよ。だから子供ってね、1日 2,3 時間遊ばせたらですね、子供によるけれど、やっぱそれなりにね、何かやっぱ面白いこと考え始めるんですよ、本来的には。ただ今ほっておかないんですよ。何か習い事やらしたり、その託児所みたいな組織に入れたり、集団マインドになっちゃうんですね。人の目ばかり気にすると、自分の考えよりも人の考えに合わせようねっていうですね、集団監視管理システムのですね、学校教育というねこの辺にしておきましょう。はい。っていうようなことをやってる間にですね、ずっと冬眠しっぱなしの人間になっちゃうんですよね。楽しいこと、好きなことは後回しっていうね、自分で自由に発想するのなんて老後ですね、死後の世界でですね、自分で楽しく生きてくださいって。いや、生きられないでしょ、死後だからもうね。幼稚園児は小学校ね、小学校に入ったらですね、中学校が大変、中学校に入ったら高校が大変、高校に入ったら大学とか専門学校とか就職が大変って言い始めるでしょ。で、就職したら老後が大変って言うでしょ。いつなんだよみたいな。いや、どうせ自分なんか無理だし、やっても意味ないしっていう風にですね、自分に対して呪いをかけるんですよ。どうせやっても無理だからってね。いや、今までやってないことなんです。無理かどうかってやったことに関して言えるんですよ。やったら言える。やってないことに関して無理かどうかはわからないが正解なんですよ。やったことにとか経験したことに関しては、できそうである、できなさそうであるっていうのが分かる。やってないことに関してはできるかできないかは分からないんですよ。できないかもしれない、できるかもしれない。で、面白そうだったらやってみればいい。これをありとあらゆることで試してみるんですよ。ありとあらゆることっていうのは、この人のこれ面白そうだなと思ったらちょっと見よう見まねでやってみる。面白そうだなと思ったらそれやっぱ見よう見まねでやってみるっていうのをひたすらやるんですよ。じゃあどうやって子供って遊ぶのって言ったらですね、子供の遊び方だって何の情報もなく始まらないでしょね。うちの子供なんかもね、今よりもっとちっちゃい頃なんかアニメとかね、一本の映画を、丸々見てた時もあるけど、なんか夢中になるとですね、途中で席を外してそれまでの出来事とか見た情報を自分の目の前の、持ってるおもちゃでですね再現しようとするんですよね。それと同じなんですよ。うまい絵描きを皆さん見たら
うわーこれうまいなーと思ったらですね、なんか書きたくなっちゃった、ムズムズするの、よし書いてみようみたいな、これがですね、人間のですね、初歩的なというか、うまいな、憧れるな、いいな、面白いなっていうものをまず再現する、これがですね一番多分基本的な衝動なんじゃないかなということと、そしてこれがね一番うまくなるんですよ、簡単に言うとね。超当たり前の話がそれが一番うまくなるし一番楽しいんですよ。だから一回入れた情報をもう一回再現するっていうことをね、これがですね結構重要なんですよ。